私、氷川涼子は2人の子供を持つ35歳の働くママ。職場は IT 系会社の女性の多い部署でホームページなどを作る仕事をしています。そんな和気あいあいとした職場に、安西理香子、1年間の産休から戻りました。お帰りなさい。ブランクあるからちょっと緊張しちゃったけど、1年ぶりの職場って新鮮でいいわ。産休取って同じ条件で復帰できる人って少ないって聞いたけど、やっぱり私がいないとダメってことよね。よく言うわ。産休に入る前に部長に、産休を理由にクビとかになったらまた腹で訴えますから。って半ば脅迫みたいに復帰を確約させたくせに、復帰したからにはチームの即戦力として頑張ってもらうわよ。任せて、バリバリやるわよ。ところが、見て見て、息子のハルト、かわいいでしょ。ハルくんって呼んでるの。リカ子さんは初めての子供に浮かれているのか、仕事そっちのけで子供の写真を見せまくり、これとかもう天使。リカ子さんよりご主人に？そう？耳の形がいいところなんか私に似てると思わない？あ、ねえ、涼子さんも見て。うちのハルくん超かわいいでしょ。ほら。そんなに言うほどでも。初めての子供が可愛いのはわかるけど、今は就業時間中なんだし。それに、子供がいる人ばかりじゃないんだから、そういう話は、ね。何よ。涼子さん同じママ同士なんだから、私の気持ちわかるでしょ？はいはい、わかったから仕事に戻って。産んでみてわかったけど、子供って最高ね。こんなに可愛いならもっと早く産むんだったわ。さっきお願いした会社のホームページ、今日中にアップなんだけど大丈夫？リカ子さん子供いるから残業ダメなんでしょ？ちゃんとできればいいんでしょ？ああ、子供のいない人にこの気持ちはわからないわよね。リカ子さんってば、前は子供のいる人は仕事がいい加減だとかって文句言ってなかった？前はね。でも子供ができたらそれまで気づかなかったこととかいろいろ分かって視野も広がったし、女として確実にスキルアップしたなーって思ったの。ともみさんも早く考えた方がいいわよ。33でしょ？私もギリギリだったけど35歳がボーダーらしいから。どこまでデリカシーないのよ。同じチームの馬場ともみさんは結婚4年目なのになかなか子供ができなくて妊活中なのです。何よ、自分が子供産んだからって偉そうに。ともみさん。チーム最年長の塩崎かなえさんは43歳で独身。控えめだけど同僚や取引先の信頼が厚い。あの人の言うことなんか気にしないでスルーよ。なんなのよあれ。子供ができる前は子持ちで働いてる人に風当たり強かったくせに。確かに。前は私や他のママ社員に、子供がいる人は遅刻や早退が多くて迷惑とか、家で専業主婦やってればいいのにって文句言ってたわ。初めての子供で嬉しいのはわかるけど、周りへの気遣いも欲しいわよね。私なんて40過ぎで結婚もしてないから完全に負け犬って思われてるし、以前からデリカシーに欠ける人だったけど、トラブルを起こさないことを祈るしかないわね。しかし予感は的中。見てこの写真。はるくんってばもうこんなに積み木が上手なのすごいでしょ。うちのはるくん、保育園の同じ月齢の子の中で一番早くハイハイができるようになったの。すごいわね。見て、はるくんってばリズム感もすごいの。ちゃんと音楽に合わせて鈴を振るのよ。動画サイトの再生回数もすごいし天才かも。将来ミュージシャンになったりして。っていうか自分で回数上げてんじゃないの？しかもすごいって数でもないし。子供がいると人生が豊かになるわよ。子育てって最高。どうでもいいから仕事してよ。安西さんのはるくん自慢勘弁してほしいよね。そんなに子育て楽しいなら専業主婦してればいいのにね。だよね。あれ？野田さんコンビニ弁当？珍しい。昨べは子供の寝相がやたら悪くてつい朝寝坊しちゃって。野田さんまだ子供と一緒に寝てるの？もう2歳なんでしょ？
スキンシップがいいって思われてるけど、しつけが効きにくくて自己中心的な子供に育つって聞いたわよ。うちはまだ1歳にならないけど、一人で寝かせてるわ。その方が早く自立するんですって。欧米じゃそれが普通だからその方がいいって。うちの旦那商社勤めだから、子育ての視点もグローバルなのよね。何がグローバルよ。子供の次は旦那自慢かよ。そのうち、リカ子さん、今日休むってどうしたの？保育園が急に休みになったって連絡があって。そんなことあるの？仕方ないじゃん、そうだって言うんだから。とにかくそういうわけで今日は行けないからよろしくね。わかったわ。本当かな？氷川さん、そっちどう？もうできるわ。安西さんの方は？あと少しなんだけど、ちょうど今保育園からメールが来て、緊急なようで保護者に集まってほしいって。ごめんなさい。そういうわけなんで早退するから、あとはよろしく。よろしくってそんな急に。ってあと少しじゃないじゃん。時間ないから手分けしましょう。私、リンクの確認します。保育園って急に休みになったり、こんな風に呼び出されたりするものだっけ？少なくともうちの子供の時はなかったわ。リカ子さんは本当かどうか怪しい理由での遅刻や早退が目立つようになり、ごめんね。私だって忙しいのに。同じチームの私たちに仕事のしわ寄せが来ることもしばしば。そんなある日。今日ってアイペッツさんと親睦会あるの？聞いてないわよ。なんで誘ってくれなかったの？リカ子さん、ハルくんいるから早退多いし、行けないと思って。そんなの勝手に決めないでよ。私も行くわよ。ごめんなさい。お店の予約人数当日じゃ変更ができないから、次はちゃんと声かけるわ。次っていつになるかわからないじゃない。よかったら私の代わりに行って。いいの？妊娠してから行ってなかったから飲み会なんて超久しぶり。でもなぁ。分かってたらもっとおしゃれしてきたのにな。メイクだけでも直しておこうっと。まだ仕事中なんだけど。かなえさんよかったの？担当の東さんと一番話が合うのに。いいのよ。この前も打ち合わせで会ったし、よろしく伝えておいて。分かったわ。あら、今日は塩崎さんいらっしゃらないんですか？東さん、申し訳ありません。また次の機会にお会いしたいと申しておりました。そう、残念だわ。東さん、お久しぶりです。先月産休から復帰して、今日はかなえさんの代わりなのでよろしくお願いします。安西さん、こちらこそよろしく。ご出産おめでとうございます。ありがとうございます。写真見ます？ハルトと言ってハルくんって呼んでるんです。もうほんと可愛くて、これなんて天使みたいでしょ？子育ても毎日楽しくて仕方ないんですよ。そういえば東さんのところはお子さんおいくつですか？しまった。ちゃんと注意しておけばよかった。リカ子さん、失礼よ。うちはいないの。あれ、いないんでしたっけ？すみません。変なこと聞いちゃって。その代わり、犬と猫が5匹。それでペット関係のお仕事なんですね。今度アイペッツさんで、ペットのお洋服とお揃いでベビー服とかどうですか？ワンちゃんと子供がお揃い着てたら、すっごい可愛いと思うんですよね。もう、なんなのよ、こいつ。リカ子さん。ほら、部長さんにお酌して。すみません。お酒の席久しぶりで気が利かなくて。本当に失礼しました。彼女、初めての子供だったので浮かれてるみたいで。会社でもあの調子で。まあ、気持ちはわかりますけど。それじゃあ今日はこの辺で、今後ともよろしくお願いします。疲れた。ゆうべは楽しかったわ。子育てもいいけど、たまには羽を伸ばすのもいいわね。はい。失礼します。ねえ、リカ子さん、ゆうべ何かあった？東さんから今後は私がいないときは遠慮したいって。別に何もなかったけど。でも先方がわざわざ連絡してこられたんだから。
もしかして子供の話が気に障ったのかしら。いないって言ってたから子供産んだ私のことをやっかんでるのかも。かなえさんは独身で子供もいないから気に入られてるんじゃない？そういう言い方ってないんじゃないかしら。みんなそれぞれ立場や事情があるんだし。それって結婚できない人の言い訳っぽいですよね。やっぱり女は結婚して子供を産んでこそ一人前でしょ。ちょっとリカ子さん、それってこなしハラスメントだよ。子供産んで偉いとか思ってるみたいだけど、とんだ勘違いだから。一人前どころかデリカシーのない自己中にしか見えないわよ。そうよ、私みたいに子供欲しくてもできなくていろいろな苦労してる人だっているんだから。何よみんなで。涼子さん、同じ働くママ同士じゃない。少子化のこの時代に子供産んで仕事も頑張ってる私たちってもっと優遇されてもいいと思わない？だったら優遇されるだけの仕事してよ。復帰してからのリカ子さんの仕事中途半端で正直迷惑してるんだから。はあ？私のどこが半端なのよ。ちゃんと仕事と家庭を両立してるじゃない。チャラチャラしてる独身や子供のいないお気楽主婦と一緒にしないでよね。お気楽ですって？しょっちゅう遅刻や早退してるリカ子さんが両立してるとは思えないけど。なんですって？ちょっとみんな落ち着いて。チームで揉めてる場合じゃないし、とにかく仕事しないと、ね。うん。そして仕事を始めたものの、リカ子さん一覧ページまだ？今やってるって。リカ子さんリンク繋がってないよ。そんなはずないわよ。リカ子さんヘッダーが。リカ子さんは時間がかかる上、ミスを連発。チームでフォローして、なんとかその日のノルマ終了。お疲れ様。なんか調子悪かった？みんなでわざと私に面倒な作業させて足を引っ張ってたんでしょ？私にはチームの足を引っ張っていたのは安西さんの方に見えたけど。復帰したばかりでブランクあるし、毎日仕事と子育てとで遊ぶ暇もないくらい大変なんだから、みんなもっと私を気遣ってくれてもいいじゃない。それじゃあうるさいくらい子育て最高とか言ってたのってもしかして子供が生まれて自由な時間がなくなった不満の裏返し？そして、それからほどなくリカ子さんは契約が打ち切られて退社することが決まった。つまりリストラ。私がいなくなってこのチームちゃんと回るんですか？安西さんが産休の間から大丈夫だったので問題ないでしょう。ああ、せっかくお給料も良くて楽な仕事だったのに。職場での最低限のルールも守れないんだから仕方ないんじゃない？ルール？私にだって結婚の約束をした相手がいたのよ。でも病気で子供の産めない体になってしまって破談になったの。人の気持ちも考えずに触れられたくないことや傷つけるようなことを言うのは自覚がなくても最低のハラスメントよ。今のままじゃリカ子さん、どこへ行ってもつまはじき者よ。かなえさんナイス。結果的に職場中を敵に回してしまったリカ子さん、これを戒めに人の気持ちを考える人になってほしいです。